皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使ってリクエストをいただいていたひまわりネイルをやっていきます。去年はシールを使ったので今年は手書きにしてみました。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずはキャンメイクの N130 番をすべての指に塗っていきます。最近新しく定番色の仲間入りしたカラーで細かいピンクのラメが綺麗な透け感ホワイトです。お日様が輝いているみたいでひまわりと相性がいいと思ったのでこちらのカラーをベースに使いました。ムラになりにくいしピンクに光るラメが本当に綺麗なのでお気に入りすぎて発売されてからかなりの頻度で使ってます。お仕事には厳しいかなって方はこちらのカラーを N29 番のミルクシロップに変えて塗るといいと思います。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたら親指と中指だけ二度塗りしていきます。二度塗り目で実目の透けがほとんど目立たなくなります。今回のようにデザインのベースカラーとしても使いやすいし単色塗りでもおしゃれ見えするカラーです。まだお持ちでない方はぜひ購入してみてください。ルカートネイルマインの14番を薬指に重ねます。透け感が可愛い柔らかい発色のブラウンです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの WT080 番を使います。WT080 番で親指の爪先に花びらを描いていきます。まずは十字に描いていくとバランスを取りやすいです。きっちり丁寧に描かなくても花びらが増えていくとごまかしが効くのでざっくりで大丈夫です。花びらの中心がずれても問題ないです。十字にかけたらその間にも花びらを描いていきます。こういうアートをするときはハケを持つ手の小指を支えにすると安定して描きやすいです。利き手に描くときは特にプルプル震えてしまうので小指の支えが必須です。小指側の手のひらの側面部分を支えにしてもいいですよ。中指も同じように爪先に花びらを描いていきます。こちらの WT080 番はリニューアルしたので今は WT017A という品番に変わってます。お持ちでない方は新しい品番の方を探してみてくださいね。最近ひまわりネイルのリクエストをいただくことが多くてひまわりのネイルシールをキャンドゥで買ってみたんですがシールだと去年と同じようなデザインしか思い浮かばなかったので今年は手書きのひまわりにしてみました。花びらが描けたら2分くらい乾かします。ネイルホリックの 1E069D とネイルマイン14番とベースコートを使います。3色とも同じくらいの量をパレットに出して混ぜます。くすんだオレンジっぽいカラーになります。混ぜたカラーを花びらの上に重ねていきます。ムラになったり花びらの部分からはみ出しても全然問題ないです。適当にささっと重ねちゃってください。ちなみにカラーを混ぜるのに使用したパレットはセリア購入品です。今回のように朝食したりスポンジを使う時に便利なので一つ持っておくといいですよ。こちらのカラーを乾かしている間にサブアートの方を進めていきます。ハケはキッチンペーパーに拭き取ってください。1E069D を使います。1E069D をパレットに出してメイクスポンジになじませます。なじませたら人差し指の爪先に斜めにポンポンしていきます。先端の方からポンポンして発色が弱くなってきたら少しずつ深くしていきます。発色しなくなったら再度カラーをなじませて爪先が透けなくなるくらいまで追加でポンポンしてください。
今回スポンジをご紹介するのを忘れてしまいましたが、いつものダイソーのメイクスポンジをカットして使ってます。マスタードのような少しくすんだ黄色で大人っぽくて落ち着いた印象のカラーですよね。ジェネネイルのベースコートを使います。ベースコートをスポンジになじませて黄色部分にポンポンしておきます。これでカラーがにじむのを防止します。WT080 番を使います。最初に描いた花びらの間にもう一度花びらを描いていきます。最初に描いた花びらに重なっても大丈夫です。むしろ重なるように描くことで奥行き感が出ます。花びらに奥行き感があると大人っぽい感じがするんですよね。花びらは歪んだりムラになっても全然 OK なので、アートが苦手な方でも挑戦しやすい方だと思います。それでもやっぱり描くのは難しいなって方は、爪先にひまわりのシールを貼るだけでもいいと思いますよ。キャンドゥにひまわりシールがありましたが、キャンドゥは商品の入れ替えが早いイメージなので、シールにする方はお早めにチェックした方がいいかもです。中指も同じように間に花びらを描いていきます。花びらが増えてきたら一気に可愛くなりますよね。爪が小さい方は花びらの枚数や大きさを調整して描いてくださいね。個人的には花びらの先端が尖ったように描く方がおしゃれに仕上がる感じがします。ハケ圧をかけずにハケの先端だけで描くようにすると尖った感じに細く描けます。花びらが描けたら2分くらい乾かします。1E069D とベースコードを使います。1E069D とベースコードを1対1くらいで混ぜます。混ぜたものを2回目に描いた花びらの上に重ねていきます。1回目に描いた花びらに重なっても全然大丈夫です。1回目の花びらよりも色を明るくすることでさらに奥行き感が増して見えます。中指も同じように重ねていきます。ちょっとピンボケしちゃいました。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。ネイルマインの14番を使います。14番を花びらの中心に丸く重ねていきます。ハケの先端の丸みを利用すると綺麗に塗れます。多少歪んでしまってもこの後重ねるラメで隠せるので気にしなくて大丈夫です。ここまで塗れたら1分くらい乾かします。PA ネイルの AA224 番を使います。AA224 番を爪楊枝の先端に少し取って先ほど塗ったブラウンの輪郭に重ねていきます。爪楊枝の尖った部分でカラーをえぐらないように気をつけながら少しずつラメを置いていきます。あまり強くトントンするとえぐれてしまうので注意してくださいね。ブラウンを塗った時に歪んでしまった部分もこのラメで隠しちゃいます。中指も同じようにブラウンの輪郭に重ねていきます。爪楊枝の先端にたまりを作るような感じで液を取って少しずつラメを置いていくようにすると塗りやすいです。ぷっくり厚くなりすぎないように注意してくださいね。人差し指と小指は根元に重ねていきます。薬指の爪先にも重ねます。あまりびっしりつきすぎないように散らすような感じで塗ってください。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げのトップコートもリビルドコートを使います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ひまわりネイルの完成です。
子供っぽくなりすぎないように全体的にシンプルめな感じで仕上げてみました。花びらの奥行き感がすごく可愛いですよね。使用したものをまとめます。利き手は少し楽にしたかったので、ひまわりを描くのは薬指だけにしました。くすんだイエローで落ち着いた印象だから、年齢問わず楽しめるデザインだと思います。皆さんもぜひ真似っこしてみてくださいね。次回は夏にぴったりなオレンジグラデをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。